こんにちは。こんにちは。なにです。マニです。文法語へようこそ。文法語では教科書通りではなく、本当に使える日本語を勉強します。今日は日本語能力試験2級の文法です。テーマは逆に。じゃあ何が最初に知りたいのは、逆には書き言葉か話す言葉か。もうこれはね、両方完全に話し言葉。あ、そっか。っていうか、超スラング。あー。だから多分だけど、ある一定の年代よりも上の人は理解できないと思う。そっか。すごい新しい言葉だと思う。突然ちょっとちゃんと調べてないんだけど、どっかのポイントからすごい流行ったんだよね。うん。本当にスラングだって覚えた方がいいと思う。すごい普通の使い方ってもちろんあるんだよね。例えば、会話になっちゃう。会話で説明すると、同僚が仕事で、この商品の値段上げようと思っているんだよね。で、私が、逆に下げた方がいいんじゃない？それってなんかこう本当に反対のこと、上げるって言ってることに対して、いや反対に逆に下げた方がいいんじゃないですかって、それってさ、すごく普通の使い方だと思うんだよね。反対のことを言う時に使う。けど問題は最近のスラングで何でもかんでも逆にを使うのよ。でそれがすごい意味不明で、例えばもし今度よかったら日曜日うちに来るって友達に言う。友達がいや逆にうち来るみたいな感じ。だからあなたの家じゃなくて反対に私の家に来ますかって意味なんだけど、そういう使い方が多分最近増えてて、じゃあみんな適当に使ってる。そうだから逆じゃない時にも逆でにって言っちゃってる時が多いから、例えば今度ディズニーランド行こうって言った、そしたらいやー逆に大阪行って USJ 行った方が面白くないみたいな、でもよく考えたら、何に対する逆なのか分かんない、まあ東京と大阪だから逆っちゃ逆だけど、みたいな感じ、だからすごい意味不明に使うことが多いスラングじゃないですか。じゃあ別に失礼じゃない、逆には。なんか喧嘩してるとき、逆にお前のせいなの。それはでもさ、すごい普通の使い方。聞いたことあると思う。どこだろうね、ちょっと待ってけど。それでもいい？それは使えるし、それはすごいちゃんと普通の使い方だよね、別に。私のせいじゃなくて、反対にあなたのせいですよって言いたいわけだから。ただなんか、あんまりこの言葉をいっぱい使うと、スラングで使うと頭がすごく悪く見えると思う。だからビジネスとかでは絶対使わないようにしてるし、なんかその上司とカジュアルな会話をしてる時とかには使っちゃうけど、お客さんと喋ってる時に絶対使わない言葉。もし試験にあれば、そう、試験にはディズニーランドと USJ みたいなわけわかんないのが出てこないから、本当に逆の時、反対のシチュエーションとかを提案したりとか話してる時に使う。上がるか下がるかとか、あなたが悪いか私が悪いかとか。ありがとうございます。母は料理ができるけど逆に父はできない。今日は天気がいいからビーチに行こう。逆に公園に行かない？天気予報とは逆に雪が降っている。